ネイバーちゃんのチャンネルへようこそ。右の白いのがアシスタントの僕です。左の青いのが私、ネイバーちゃんです。さあ、今日は、名探偵ポアロ、テレビシリーズ、全70作品のタイトルを一気に紹介します。超速、超雑です。ネタバレありです、ご注意ください。どの動画も全部、ネタバレ前提のチャンネルです。そんじゃまあ、70タイトル駆け抜けますか。それでは、レッツゴー。第1シリーズ。1989年、初回。シリーズ1の1はコックを探せですね。腕のいいコックをなくすことは、どこかの貴婦人が、真珠をなくすのと同じくらい重大なことなのよ。はい。ニュース外のはあれね。ガイフォークスで打ち上げ花火。ヘイスティングスが、殺人にはもってこいの夜ですね。って始まるやつ。そんな紹介の仕方で行くんですか。ファンはもう100回くらい見てますからね。ジョニー、ウェイバリーは、隠し扉あるなら最初から言ってよ。確かに。24話の黒つぐみ、マザーグース。いつもと違う料理を注文した老人の話ね。4階の部屋は、ポワロさんが住む、ホワイトヘブン、マンションで起こった事件です。三角形は三角関係。ギリシャのロードス島で休暇中のポワロさんが、スパイ容疑で出国できなくなるネタの回。ギリシャですか。会場の惨劇はエジプトに向かう船の中の話よ。ヘイスティングスが戦場でクレイ射撃するやつね。謎の盗難事件は、英国戦闘機の、設計図が盗まれる事件です。当時の政治背景も見どころですね。クラブのキングは、映画の撮影所へ見学に行くシーンから始まります。女優と婚約中の一国の殿下が、ポワロさんに依頼するという、殿下から依頼されるほど有名ってことですね。第1シリーズの最終は、夢は、自殺する夢を見ると話す人物が、大きなパイ工場の社長なんだけど、実に傲慢で、目が悪いからか、ライトをピカーッと当てて目つぶししてくる回です。眩しい。はい、では翌年の1990年、第2シリーズです。懐かしいタイトルが揃ってますね。エンドハウスの怪事件は、テレビシリーズ初の2時間、英国では前後編に分けて放送され、日本では2時間通しで1本に編成されました。エンドハウスが初の長編だったんですね。ニックという美しい女性が、3回も殺されかけたって話です。いろんな意味で序盤では間違いなく傑作ですね。ベールをかけた女、ここからまた短編です。この作品は、どうしたんですか。小ネタ満載で大好きな作品なんです。小ネタって。まあ早めに別枠で動画作ります。秘密にしたい手紙でゆすられてる女性の話です。シャーロック・ホームズのあれを思い出しますね。そういうご時世だったんでしょうね。確かに。次の消えた廃校は、1930年代のチャイナタウンが出てきます。ポワロとヘイスティングスが、モノポリーするか言って言った方がいいかな。そんな説明でわかるんですか。コーンワルの毒殺事件は、個人的にちょっと納得がいかない事件だったわ。夫に毒を盛られてるって相談に来た女性が、翌日亡くなってしまうんですよね。コーンワルに出張したり、裁判のシーンがあったり、映像的に見どころが多いんだけど、なんだかねすっきりしない事件だったわ。犯人は捕まるんですよね。どうだったっけ。ちょっと。はい。じゃ次、ダベンハイム、失踪。うわぁ、これね。ポワロさんが安楽椅子探偵やるやつですよ。安楽椅子。ジャック警部と掛けをして、部屋から出ないで事件を解くって感じね。この回も小ネタ満載ね。小ネタてんこ盛りだし、別枠で動画アップしようっと。小ネタ好きですね。この回は、あれの回よ。オウムよオウム、オウムを預かるんだけど、配達員がポワロさんの名前を言い間違えて。どうもすみません、ポイロさんにポワロをお届けに。って感じのショートコント満載の回です。また小ネタですか。あらすじとかトリックとか何かないんですか。謎解きとしては、こじつけが無茶苦茶な回です。ポワロさんがマジック練習するのが見ものです。はあ。じゃ次、二重の罪。海辺の町からバス旅行に行くやつね。後ろの席にいた若い女性の、骨董品、細密画が盗まれるって話。おしゃべりなあの子ですね。ヘイスティングスの運転で追跡劇もあったり。次は安いマンションの事件、これはアメリカから FBI が乗り込んできて、女スパイ、国家機密、なかなかの謎よ。国際犯罪ですね。ミスレモンが記者になりすまして、一役買うシーンがあるわよグッジョブ。次の誘拐された総理大臣は、アイルランド絡みの政治背景なんだけど、ポワロさんから尾行を頼まれたヘイスティングスが、案の定、巻かれて見失います。期待を裏切らないヘイスティングス。第2シリーズ最終は、西洋の星。超でかいダイヤモンドの話ですね。入り組んだ話で、どうやって解決するのか、最後まで目が離せなかったわ。西洋の星と、東洋の星。二人の美女。ベルギーの女優が依頼してきたって、ポワロさんが大はしゃぎだったからどうなることかと思ったけど、事件の解決方法が、渋いわ大人だわって、惚れ直しました。どういう視点で見てるんですか。ラブ。第2シリーズ終了のタイミングで、生誕100周年スペシャル編として、記念すべき作品が登場します。来たこれ。スタイルズ層の怪事件。アガサ・クリスティが初めて書いた作品、処女作、デビュー作。ポワロさんがイギリスに亡命してきた直後の話です。ポワロさん、ヘイスティングス、ジャック・ケイブが、この作品で顔を合わせます。実に感慨深いタイトルだわ。話したいことがありすぎて、何時間も語れそう。細かい点は、別枠動画作成でお願いします。で、どんなあらすじなんですか。まあ、エピ
ソード、ゼロというか、亡命直後に滞在していた村で事件が起こるってとこね。ヘイスティングスの旧友の母親、スタイルズ層の主イングルソープ夫人が毒殺されて、って流れになるかな。作品の見どころは？そうね、いろいろあるけど、やっぱり一番の見どころは、イングルソープ夫人が亡くなった時、ヘイスティングスがポワロさんを呼びに行くんだけど、2階の寝室の窓を開けて、ヘイスティングス、早起きですね、と答えたポワロさんの、寝起き頭、髪が乱れて風になびいてる姿は、めったに見れない、超レアなボサ頭よ。お手入れ前の髪が、風にゆらゆらなびいてて、ラブ。っていうか、マニアックすぎる、超小ネタ。はい、次。終わり？では翌年の1991年、第3シリーズです。あなたの庭はどんな庭？マザーグース？メアリー、へそ曲がり、あなたの庭はどんな庭？シルバーベルが埋まってるんですよね。そして空っぽの花の種の袋。あ、忘れるところだった。ポワロさんの名前を冠した新種のバラの花が発表されます。100万ドル債権は確か、ヘイスティングスが豪華客船に乗りたいって始まって、事件絡みとはいえ、せっかく乗船できたのに、船酔いでボロボロ。看護師の女性が、脈を測るときに腕時計を見る仕草を見て、ピンとくるかいね。次のプリマス駅急行列車は、ラストがいいのよ、素晴らしい。軽薄そうに見えた元夫が、妻の死で利益を得るなんて。と、高級な宝石の相続を辞退したり、最後の最後、男気がありましたね。父親も父親で、娘を失った男親の悲哀が滲み出てて、それを案ずる、ポワロさんの胸の内、切ないエンディングが印象に残ったかいね。スズメバチの巣。おっと。なんです？スズメバチの巣は、変化球ですわよ。どういう意味ですか？事件が起こりそうだと察知したポワロさんが、なんとかして未然に防ごうとあれこれ画策する。かなり珍しい展開の回なのよ。おお、レアですね。事件は防げるんですか？防げるっていうか、なんていうか。どっちなんです？防げるんだけど、なんていうか。なんですか？よろしく哀愁。若い人に通じませんよ。では、マースドン層の惨劇。切り替え早。これはアガサお得意のホラー系。カラス撃ちライフルの回です。いきなりそれ言っちゃいます？あとはガスマスクと。あらすじ。あ、そうだあらすじで思い出した。ロンドンから 200km も離れた田舎にある宿屋の主人から、依頼の手紙が来て、ポワロさんとヘイスティングスが村を訪れると。それ確か、その宿屋の主人が執筆途中のミステリ小説。自分で書き始めたのに、犯人が誰かわからなくなっちゃって、ポワロさんに解決してくれっていう。ポワロさん、激おこ。ちなみに、ポワロさんの老人形が登場するのはこの回です。田舎町のエンタメ、老人形館、この村にあったんですね。次は、いよいよ、賛否両論、問題作。二重の手がかり。まさかこれは、ロサコフ伯爵夫人、ロサコフ伯爵夫人、ロサコフ伯爵夫人。ポワロさんが、伯爵夫人に惚れ込んで。違うもん、捜査のために。そこがこの作品の判断の難しいところなんですよね。高価な宝石ばかりを狙った盗難事件が多発して、ジャック警部の首が危ない、ポワロさんに助けを求めるって回なんですけど、まあこれは間違いなく、別枠で動画アップ行きですね。ではシリーズラスト4作、駆け抜けますよ。スペイン室の秘密。フェンシングで決闘するシーンから始まるやつです。まあいわゆる三角関係と思いきや、超嫌な感じの人が出てくるんだけど、失礼な人、出てきますね。そいつが犯人です。ストレートすぎます。盗まれたロイヤルルビーは、ポワロさんがチョコレートを買いに行くシーンから始まります。ヘイスティングスとミスレモンが、クリスマス休暇で留守の会ですね。切磋。酒と女にだらしない亡国の皇太子が、見せびらかしていたロイヤルルビーを女に持ち逃げされます。お坊ちゃまというかわがまま暴君で、ある意味、とても滑稽で愛らしい。上流家庭のクリスマス休暇が垣間見れて、ほんわか気分な回でしたね。そうそう。クリスマスプディングの回です。連想ゲームで、オリバーツイストの回です。また出た、ファンにしかわからないネタ。はい、戦勝舞踏会。マイセンの人形が出てくる回ですね。コメディア、デラルテという古典劇に登場するキャラクターに紛争した男女グループ。ラジオ俳優たち。当時のラジオ生ドラマの収録風景や、確か、ポワロさんもラジオに出たような。そうなんです。関係者を集めて、ラジオ生配信をしながら、事件を解決します。結局、どんな事件でしたっけ？緑のポンポンの事件です。ファンにしかわからない説明。ポンポン消して。さあ、次は第3シーズンラスト。用心層の怪事件。冬の荒野、ライチョウ狩り、ハンティング。当時、狩猟はお金持ちの趣味だったようです。両場の別荘で事件が起こります。この回のコメディ要因として、自転車を盗まれる駅員おじいちゃんが登場するんですけど、コメディ要因。原作には登場しない、テレビ版脚本オリジナルのキャストだそうです。自転車見つけてあげたのに、そっけなくて、ポワロさん、ポカーンでしたね。あと、両場なので猟犬が活躍します。犬が出てくる回、他にもありましたよね。それはボブのことですね。第6シリーズ、物言えぬ証人、で登場しますので、次の動画までお待ちください。って言っちゃった。さて、第3シーズン30話まで来ました。次の第4シーズンは、パート2の動画に続きます。動画の尺の関係です。70話コンプリートの道のり。今30話なので、まだ半分も来てません。いよいよ次はあれですあの作品。
第4シリーズ1作目は、名作、超難解。ABC。ポワロさんへの挑戦状。連続殺人事件。長編、ビッグタイトルですね。引き続きお楽しみいただければ幸いです。いいね、やチャンネル登録いただけると励みになります。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ではまた、ルボワール。